ポッドキャストオンボヤージュ。気がつけばヨーロッパに20年。人生という旅の途中で出会うかけがえのない一コマを。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。3時間迷っている間に飛行機の値段がどんどん上がっていったらどうしますか？しかもそのまま帰れなくなる可能性があるとしたら。先日ヨーロッパ旅行に来ていた私の甥とその友人たちが帰国直前にそんなトラブルに巻き込まれました。今日は彼らの2026年の決断と私が18年前に経験したある嵐の日の記憶をお話しします。帰りのルートはパリ発ドーハ経由関空行きですが、ドーハ空港が閉鎖されました。航空会社からは払い戻しの案内が届くだけ。フライトがキャンセルになるのかどうか、代わりの便があるのかどうか、何もわからない宙ぶらりんの状態です。彼らはその朝、パリのホテルの朝食会場に3時間こもりました。3人それぞれがスマホを開き、代替ルートを検索し、比較してまた見直す。迷っている間にも刻一刻と空席は減り、チケット代は跳ね上がっていきます。もう少し待てば公式な案内が出るのか。でもこのまま帰れなくなったら誰にも正解は分かりません。でも決めなければいけません。結局彼らは3泊延泊して別ルートの片道チケットを買って無事帰国しました。彼らを見ているとふと18年前の自分を思い出しました。2008年2月、ドイツ・ブレーメン。あの日、私は一人で決断の淵に立たされていました。予定ではブレーメンからフランクフルトを経由して日本へ帰るはずでした。朝空港へ向かうと、乗る予定の便がキャンセル。理由は天候不良。でも外は真っ青な空で快晴でした。だから私は軽く考えていました。次の便では行けるだろうなと。ところが次の便もキャンセル。その次も。ここでやっと何かがおかしいと気づきました。実はその時、フランクフルト周辺で巨大な嵐が発生していたんです。空も陸も全てが止まっていました。今ほどリアルタイムで情報が入る時代ではありませんでした。なので私はそれを知りませんでした。問題はチケットでした。オンラインの旅行会社で予約をしたそのチケット、ドイツ国内線と日本行きの便が別々のチケットだったんです。つまりフランクフルトへの到着が遅れて日本行きを逃せばそのチケットはもう使えないという最悪の状況でした。私は焦ってカスタマーサービスに電話をかけ続けました。つながらない、またかける、つながらない。ブレーメン空港の喧騒の中で私はただつながらない受話器を握りしめていました。ようやくフランクフルト行きの最終便が飛ぶと決まった時、すでに日本行きには間に合わない時間でした。でも私は飛行機に乗ることに決めました。席に着いてからもまだ電話をかけ続けました。そしてやっと電話がつながったんです。
私は一気に事情を説明しました。すると電話の向こうの担当者が、チケットの変更は可能です。安心してください。よかった。でも続けてこう言われました。ですが、今のフランクフルトはとても混乱状態です。いつの便に振り替えられるかわかりません。数日後になる可能性もあります。できればそのままブレーメンにとどまって対応した方が無難です。もう飛行機乗っちゃいました。でもその時ずっとかけ続けた電話がやっとつながった安堵感か、飛行機が無駄にならなかった安心感か、若干電話ハイになっていたとんだと思います。私はすぐに席を立って前の客室乗務員さんのところへ駆け寄りました。慌てて事情を説明しました。正直無理だと思っていました。ダメ元でした。でもその方は動いてくださったんです。はじめに、今降りればこのチケットは無効になります。それでもいいならスーツケースを探します。見つかれば降りられます。お願いしますと言いました。数分後、スーツケースが見つかったと連絡が入り、私は無事飛行機を降りることができました。さらに地上スタッフの方が無効になるはずだったチケットを別の日の便に振り替えておいてくださったんです。なんという神対応。本当にありがたかったです。2026年、おいたちは情報の海を泳ぎ、自分たちで決断し帰国していきました。2008年、私は状況もわからないままルフトハンザのスタッフさんたちの優しさに助けられて帰国しました。大変さは違えど、どちらも忘れられない帰り道です。皆さんにも何か忘れられない帰り道ありますか？今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。この番組では皆さんからのお便りをいつでもお待ちしています。そしてもうすぐヨーロッパ生活も21年目を迎えます。そこで特別企画として皆さんの人生の忘れられない一コマを大募集しています。旅の思い出、日常の小さな奇跡、皆さんの大切なエピソードをこの番組で分かち合えませんか？お便りは番組概要欄にある Google フォームリンクから、または Instagram のダイレクトメールでお待ちしています。皆さんと一緒に21年目の新しい旅を始められることを楽しみにしています。オンボヤージュ、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。